今回制作するキットはプラマックス、ベルビン。大理石調のキャンディ塗装で高級感あふれる姿に仕上げていきます。目立つ箇所に出る合わせ目の後はめ加工や大理石塗装のやり方、部分塗装から組み立てまで全て解説していきます。ぜひ最後までご視聴いただけたら嬉しいです。どうも、益子湯プラモチャンネルの益子湯です。このキットは2016年にウェーブから発売された約7万円のレジンキットの造形をそのままプラモデル化したキットです。精密なディテール、シャープなエッジなど元キットの造形美を損なうことなく見事に再現されています。この箱絵の完成見本からも凄まじいオーラ力を感じますね。それでは開封しましょう。私は聖戦士ダンバインを見たことがないのでベルビンのことを全く知らないのですが、このキットの作例をネットで見た瞬間に一目惚れして買ってしまいました。ランナー状態でもわかる細かなディテールとシャープな造形はプラモデルとは思えないほどの精密さ。今から組み立てるのがとても楽しみです。まずはパーツをランナーからカットしてゲート跡を処理していきます。せっかくの造形を潰してしまわないようにデザインナイフやヤスリを駆使して丁寧に処理していきます。このキットはガンプラと違って組み立てには接着剤が必要です。塗装する時の塗り分けに支障が出なさそうなパーツは仮組みの段階で接着しておきます。後で分解が必要な箇所はマスキングテープやひっつき虫を使用して仮留め。まずは仮組み状態の完成。全身のプロポーションやディテールの入り方など圧倒的な造形美に惚れ惚れします。このキットはすでにたくさんの方の作例が SNS に投稿されていますが、筆塗りやウェザリング、きれいめ仕上げなどいろいろな塗装方法にマッチするキットだと思います。この仮組み状態で各所にできる合わせ目を確認していきます。一番目立つのがこの頭頂部の合わせ目。目立ちにくいですが両腕にもあります。腰も真っ二つに合わせ目が発生。ふくらはぎの下側にもあります。背面のコンバーターと鞘にも合わせ目ができます。それでは一番目立つ箇所にある頭部の合わせ目を処理していきます。目のパーツを挟み込んで組み立てるようになっていて、さらにこの額当てのようなパーツも左右分割になっています。このパーツたちを塗装してから組み立てられるように後はめ加工をしていきます。まずは額当てをつけると隠れるこの部分で分割するためにカットするところに目印を書いておきます。その後に左右のパーツを接着。額当ても接着してしまいます。パーツのカットに使うのはタミヤの精密ノコ。このノコは刃の厚みが 0.1 ミリほどとかなり薄いので後はめ加工する時などの精密なパーツ分割に重宝します。次に額当てをはめられるようにここの接続軸を少しだけ残してカット。パーツがうまくはまるか確認と微調整をしながらカットするといいです。この状態でパーツを取り付けできるか試してみます。うまいことパーツがぴったりはまってくれました。接着しなくてもパーツがばらけることなくはまっています。でも塗装後の最終組み立ての時には接着します。もう1箇所後はめ加工が必要なパーツがこの背中のコンバーター部分。このクリアパーツを挟み込んで組み立てるような形状です。ここの後はめ加工はこのクリアパーツの両側の出っ張りを削り込むだけ。結構出っ張っているのでヤスリを使用してガシガシ削ります。こんな感じでギリギリではまるように削り込んだら加工完了です。合わせ目部分には微妙に段差が発生するので光効果パテで段差を埋めつつ合わせ目消しをしておきます。今回合わせ目の処理に新兵器を購入しました。それはこのペンサンダー。今まではペンサンダーの必要性をあまり感じていなかったのですが、他のキットで大量の合わせ目に苦しめられたので今回導入してみました。初めてペンサンダーを使ってみた感想はマジ最高。
もっと早く導入すればよかったと思うほど、最近使った工具の中で一番の衝撃です。今まで合わせ目処理のヤスリがけに感じていた苦痛と疲労が一気に解消されました。これで腱鞘炎の心配から解放されそうです。他にはパーティングラインを消したり、筋彫りの彫り直しなど全体の基本処理をしたら塗装に移ります。まずは下地に黒サフで全体を真っ黒にしていきます。コンバーターや羽のクリアパーツはクリアを活かしたいのでサフは吹きません。爪など白い箇所はグランプリホワイトを使用。ゴールドにはスーパーファインゴールドを使用。次に関節部分を焼き鉄色で塗っていきます。この時は特にマスキングをせずに極力はみ出さないように塗っていきます。多少のはみ出しはこの後の大理石塗装で目立たなくなるので問題ないです。1日以上かけて塗膜をしっかり乾燥させたら、焼き鉄色で塗ったところをマスキングテープとマスキングズルで保護。マスキングズルを塗る時に使ったこのシリコンブラシがかなり使いやすかったです。マスキングズルがしっかり乾燥したら、ついに大理石塗装をしていきます。使用するものはウェットティッシュだけ。いい塩梅になるように手で繊維を広げていきます。いろいろなサイズのパーツがあるので、穴の大きさもバラバラになるように調整しておきます。ウェットティッシュが湿っていると失敗の原因になるので、しっかり乾燥させます。大理石塗装のやり方を調べると、ウェットティッシュをパーツにかぶせてクリップなどで固定する方法が出てきますが、私は手で密着させて行います。クリップや輪ゴムなどを使って固定する方法は結構手間がかかるのと、塗装後は早めに剥がさないとティッシュの繊維が塗膜にくっついて、その後の処理が大変になります。でも手で押さえるやり方なら塗装後にすぐ剥がせるから、塗膜にティッシュの繊維がほとんど残りません。しかもこの方法だとティッシュを使い回しできるから、たくさん準備する必要もありません。先に使ったところが乾燥したらまた使うことができます。上から拭く塗料は普通のシルバー。重要なのは溶剤を少し少なめにして、着火塗料の粘度が高い状態で拭くと失敗しにくいです。それと塗るときは一気にベタッと塗るのではなく、全体に少しずつ吹きつけながらゆっくり塗っていきます。剥がすときはできるだけティッシュがずれないようにまっすぐ剥がしていきます。たまに失敗して塗料が横に伸びてしまうこともありますが、全体的にランダムな模様なので失敗してもほとんど目立ちません。もし盛大に失敗した場合は諦めて黒サフから塗り直しましょう。ティッシュを剥がした後に黒すぎたところがあった時は、乾燥を待ってからもう一度重ね塗りするか、シルバーを細拭きしてそれっぽく修正します。ちなみに1回で全面を塗りにくいパーツはまずは片面だけを塗装しておきます。他のパーツを塗っているうちに軽く触れるくらいまで乾燥するので、その後で反対側を塗装すれば OK。 大理石塗装はランダムな模様なので、ちょっとした失敗なら全体に紛れて逆に味になったりするので、初めてでも簡単にできます。皆さんは今まで特殊な塗装方法に挑戦したことはありますか？こんな塗装したことあるよ、こんな失敗をしたなどあったらぜひコメントで教えてください。シルバーがしっかり乾燥したらクリア塗料でキャンディ塗装をしていきます。このベルビーはブルーグリーンのような色味なので、クリアグリーン 1.5 にクリアブルーを1、さらに光沢クリアを1の分量で加えて調色しました。調色したクリア塗料を全体に塗っていきます。パーツごとに色味が変わらないように塗り重ねる回数を決めておきます。今回は3回ほど塗り重ねて好みの色味になりました。塗装直後は綺麗でツルツルな塗膜ですが、大理石塗装で下地は結構ザラザラしているので、乾燥後は反光沢っぽくなります。そしたら3日間ほどかけてしっかり乾燥させたら、マスキングしていたところを剥がしていきます。マスキングするってうまく剥がれなくてかなりイライラしますよね。
無理に剥がそうとするとピンセットで塗膜を傷つけてしまうので、今まであまり使ってこなかったんですよね。でも今回は新しい剥がし方を知ったので実践してみます。最近知ったんですが、マスキングソルって乾燥後でも水に溶けるみたいですね。もしかしたら常識だったのかもしれませんが、私は全く知らなかったので、今まで苦労していたゾル剥がしにくい問題がこの方法なら解消できそう。筆に水をつけてゴシゴシしたり、毛先の柔らかい歯ブラシを使ってひたすらこすっていきます。しばらくこすっていると徐々にゾルが溶け出してくるので、溶けたゾルを拭き取ったりしながら少しずつ溶かしていきます。綺麗に剥がせるまで10分くらい時間がかかりましたが、どうにか剥がすことができました。これなら塗膜も傷つけずに剥がせるので、今まで使いづらいと思っていたことが解消されて大満足。マスキングソルの今後の使用頻度がかなり増えそうです。コンバーターには薄くシルバーを吹いておいて、その上からクリアパープルを塗装。羽にはダイソーのキャンディ塗装で使ったクリアブルーグリーンで全体を塗装。羽の根元から先端にかけて太めのところをクリアパープルで塗っていきます。虫の羽のようなすごくいい感じに仕上がったと思います。腰のパーツのここはマスキングしてからエアブラシで塗り分けたので、テープを剥がしていきます。マスキングが失敗していないか不安でしたが、今回は成功です。他の塗り分け箇所は筆塗りでちまちま塗り分けていきます。結構細かい塗り分けがあるので大変ですが、細かく塗り分けるほど完成度がぐっと上がるので大事な工程です。部分塗装が完了したら墨入れしていきます。関節部などモールドが細かく入っているところは墨入れすることでディテールがよりはっきりしてきます。後はめ加工をした頭部の組み立てですが、塗膜の厚みのせいか予定していた組み立て手順ではうまくはまりませんでした。なので目と顎のパーツを先に額当て側に組んでから頭部にはめてみたらスムーズに組み立てできました。ようやく最終工程の組み立てです。組み立てる前に各部のパーツの仕上がりを見ていきましょう。背中に取り付けるこのパーツは広い曲面が大理石調のキャンディ塗装ととても相性がいいですね。脚部や腕も大理石調の模様が生物のような感じをより引き立たせています。羽はクリアパーツを生かしつつブルーグリーンとパープルのコントラストがいい感じにできました。この鞘のパーツは一番苦労しました。ゴールドは筆塗りしたのですが盛大に失敗したので2回リセットして一からやり直してます。胴体と頭部は細かいディテールと複数の色が入ったことで情報量がさらに凝縮されています。接着に使用するのは模型用セメダイン。この接着剤は塗膜を溶かすことがないのと瞬着みたく発火することもないので、このキットの接着にとてもおすすめ。乾燥時間が長めなのではみ出した部分も乾燥前なら綿棒などで拭い取ることもできます。右手はオーラソードを持った手との選択式なのでくっつき虫で接着して簡単に着脱できるようにしておきました。それではプラマックスベルビン大理石調キャンディ塗装で完成です。いかがでしたか？今回はプラマックスベルビンを大理石調キャンディ塗装で仕上げてみました。結構時間はかかりましたが大満足の仕上がりです。ここのやり方をもっと詳しく知りたい、ここはどう処理したの？など質問や感想があったらぜひコメントください。この動画が良かった、参考になったと思っていただけたらぜひグッドボタン、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。